エモエモ。こんにちは、エモコです。最近セリアのイラスト用アルコールマーカーが大幅リニューアルされたので、以前のマーカーと比べてイラストが描きやすくなっているのか、同じ筆タイプのダイソーやキャンドゥのマーカーとも比較しながら詳しくレビューしたいと思います。2本セットが18袋で36色あります。早速ペンを開封。以前セリアで販売されていたマーカーも36色でしたが、インクの色は前のと違っているようです。まず見た目ですが、以前よりもペン軸がだいぶ細くなっています。白に可愛い文字が印刷されていてシンプルで可愛いです。ペン軸が丸く細くなったので持ちやすいです。キャップに転がり防止の出っ張りもついています。キャップの頭に色番号が書かれているので、色見本を見ながら欲しい色を探すときにすごく助かります。ペン先はブラシとブロードの2種類で、以前のマーカーと比べると筆が大きくなって、逆にブロードは少し小さくなっています。以前の筆ブラシは小さくて筆圧が強めだとすぐに筆先が潰れてしまって少し書きにくかったり、インクが少なくなるとパサパサになってしまっていたのですが、新しい方の筆は以前よりも太く丈夫になっていて耐久性が高そうです。まだほとんど使っていないので、使ううちにパサパサになってしまうかもしれませんが、前のよりは丈夫そうです。ダイソーやキャンドゥのアルコールマーカーのブラシと比べてみると、セリアが一番大きくて、次にキャンドゥ、ダイソーになっています。試し書きしてみるとこんな感じで同じような線が引けました。書き心地はそんなに変わらないのですが、キャンドゥのペン先が潰れてなかったので細い線になっています。コピックだとペン全体でしなる感じがあって書き心地がいいのですが、100均のマーカーはどれもペン先が固めな印象です。使っていくうちに潰れて柔らかくなりますが、今度は柔らかすぎでふにゃふにゃになったりバサバサになったりします。セリアのブラシは使い始めは硬いですが、しばらく使うと柔らかくなるような気がします。筆の見た目はコピックやオフーフのマーカーに比べるとセリアのブラシの方が少し細いくらいでほぼ一緒なので、以前のものと比べるとコピックに近づいてきたように思います。ただキャップは開けやすかったり開けにくかったり、品質にばらつきがあります。あとキャップの色と実際に塗った時で色が違っていたり、使う紙によってインクの色が変わることがあるので、イラストを描く前にこのような色見本を作るのをおすすめします。今回もパソコンで色名や枠線を作って家のプリンタで印刷しました。薄いコピー用紙を使っているせいか結構にじみます。ちなみにプリンタのインクはアルコールマーカーで塗っても線がにじまないので、線画の複製にも使えます。線画をコピーしておくと失敗してもやり直せるので便利です。色見本ができました。うわー、下に1枚紙を敷いていたのですが、色が下の紙の裏まで貫通しています。買ったばかりでインクの量が多いのかもしれませんが、色塗りの時には何枚か紙を敷いた方が良さそうです。使う紙によっては滲んで塗りにくいかもしれません。コピー用紙だとにじみすぎて塗りにくそうなので、セリアのマーカーにちょうどいい紙は何なのか、いろいろな紙で試し塗りをしてみました。にじみにくい順に左から並べています。 PM パッド、ケント紙、水彩紙、ダイソースケッチブック、コピー用紙、セリアスケッチブックです。にじみにくい紙ほど色が薄くて、にじみやすい紙ほど色が濃く出ています。 PM パッドはマーカー用なだけあってにじみが少なく描きやすいのですが、色が薄くぼかしにくいので間を取ってダイソースケッチブックが安いし個人的におすすめです。サイズ違いで A4、B5、B6 があります。個人的にマーカーイラストに使う紙は適度にぼかしやすい方が塗りやすいです。ということで今回はこのダイソーのスケッチブックに線画を印刷しました。線画はパソコンのクリスタで描いています。オリジナルキャラのパンダちゃんが草原でのんびりしている様子を描きました。少しプリンターの調子が悪くて印刷した時に線が薄くなってしまったところはコピックマルチライナーでなぞっています。本当はデジタルの時と同じように部分的に線の色を変えたいのですが、カラー印刷だと
と線がにじむので白黒印刷にしています。今回は色塗りで失敗しないように事前に何色を塗るか決めておきました。少し足りない色があったので古いセリアのマーカーも使います。新しいマーカーにも薄い黄色や水色、紫など入っていますが、古いマーカーの方がさらに薄い色が多いです。それでは実際に塗りながら気づいたことなど話していきます。どこに何色を使っているか知りたい人はキャップが見えるように置いておくので、そちらをご確認ください。肌は30、ほっぺは29、影に09を使いました。36色の色見本を見てみると、イラストを描くときに使いやすそうな薄い色や明るい色が多くて、暗い色は少なめです。以前のセリアマーカーと比べると緑が少し増えています。あと前回はカラーレスブレンダーが透明じゃなかったけど、今回はちゃんと透明になっていました。肌に使える色が揃っているので人が塗りやすいのが嬉しいです。今後も色が増えてくれると嬉しいのですが、足りない色はとりあえずダイソーやキャンドゥなどのアルコールマーカーを併用してもいいと思います。仕上げにユニボールシグノの白ペンでハイライトを描きます。完成。100均マーカーは安いとはいえ36色を揃えるのは大変だと思うので、最初に買うといいおすすめの色をいくつか紹介していきます。色番号で紹介するので、買うときは袋の裏をご確認ください。まずは肌に使える色が入っている25から30です。3袋の中から1つだけ選んで買ってもいいと思います。29は頬にも使えるのでおすすめです。次は影に使えそうな31、32、肌や服の青みがかった影には08から10が使えそうです。ということで最初に買うといいおすすめの色は6袋、肌色が1種類でいい場合には2袋減らしておすすめの色は4袋になります。他の色を薄めたりぼかしたりはみ出たインクを消したい人は36のカラーレスブレンダーもあると便利です。ここに塗りたい人物の髪や瞳、服に使う色をお好みで買い足せば OK です。ということで今回はセリアのイラスト用アルコールマーカー36色をレビューしてみました。以前よりも筆が大きいので広い面を塗る時にも楽に塗ることができました。薄い色や明るい色が多いのでマーカー初心者の人も塗りやすいと思います。1本あたり55円でコピックと比べるとかなり安いので、アルコールマーカーを試してみたい初心者の人におすすめです。よかったら参考にしてみてください。こちらの36色の色見本表のデータをこの動画の説明欄からダウンロードできるようにしたので、家にプリンターがある人はよかったら印刷して使ってください。使う紙によって塗った時の色が微妙に変わるので、イラストを描く時と同じ紙に印刷するのをおすすめします。カラー印刷だと色を塗った時に印刷がにじむことがあるので、白黒で印刷してください。このチャンネルではおすすめの画材やお絵描き関連の動画を投稿しています。別の動画でダイソー、キャンドゥマーカーのレビューやアルコールマーカーにおすすめの紙を紹介した動画もあるので、インクがにじんで綺麗に塗れないとお悩みの人は見てみてください。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。